皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は2024年に実施される新札発行と預金封鎖の件について触れてみたいと思います。この話題については多くの情報がすでに出揃っていますが、皆さんはどのように考えているでしょうか。この問題に関して専門家の中でも意見が分かれていますが、私たち庶民にはシンプルに事実だけを追っていくと明確な答えが見えてくると思っています。確かに実際のところは起きてみないとわからない部分があるので、どっちに転んでもいいように手を打っておくのが最善手であるように思います。この動画において私のポジションをはっきりしておくと、政府は私たちのタンス預金含め全ての財産を把握し、重税をかけてくることは間違いないと考えています。預金封鎖が起きる、起きないで言えば起きるという考え方です。ただしこれについては補足しないといけませんので後ほど触れていきます。ただ一般的に言われている日本政府の財政破綻論は嘘だというのは明らかだと考えておりまして、今後起きそうなことで言えば名称こそは分かりませんが、過去に実施された実績のある名称を使うなら財産税は行われると思っています。つまり私たちの財産をガラス張りにしてその後に増税という流れが起きると思っています。そこでこの動画では、1、預金封鎖は起きないと考える人の意見、2、過去に日本で起きた預金封鎖について、3、今の政府が国民に行っていること、4、私たちはどう対処すればいいかという流れで話を進めていきたいと思います。この話題を進めるにあたって私は何を思っているかというと、財政破綻論は嘘だと思っていますし、起きないと考えていますが、現時点ではという条件付きだということです。そして現在の政府が行っていることは財政破綻をさせようと動いているとしか思えない、つまり日本を消滅させようとしているのではないかということを警戒しています。私を含め一般庶民にとって経済学というのは専門用語だらけで理解に苦しむからこそ不安に襲われるのではないかと思っています。しかしお金に関する仕組みは基本的な部分だけでも知った方が騙されなくなると思うのでお勧めします。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、2024年に新紙幣が発行される予定で、それをもって預金封鎖が起こるのではないかと話題を呼んでいるわけですが、皆さんはどのように考えていますでしょうか。預金封鎖は起きないということを言っている方の意見を確認しておきます。まず起きない理由としては、1、法治国家の日本において個人の財産を国が勝手に没収はできない。2、昭和21年に起きた預金封鎖の状況は今とは違うというものが主な理由かと思います。私の意見は冒頭で預金封鎖は起きると言っていますが、2024年の新札発行のタイミングでは起きないと考えています。現時点でということで言えば預金封鎖は起きないという意見です。なぜかというと、確かに戦後に預金封鎖が起きましたが、現代とは状況が全く違うからです。そして預金封鎖は起きないと言っている方の意見に同感で、現在の状況は日銀が国債を大量に保有しているだけで、本当に財政が破綻している状態とは言えないですし、日本国憲法下では国民の財産を奪うことは難しいでしょう。このことが日本において預金封鎖は起きないと言っている方の主な理由ではないでしょうか。ただ、ネット上でこの問題について情報を集めてみますと、預金封鎖は起きないと言っている方はまともすぎるというか、大前提に国家が国民の権利を侵すわけがないという理論の上で成り立っている話であり、申し訳ないですが平和ボケしていると思ってしまいます。では預金封鎖が起きる前提とはどんな状況なのでしょうか。それは政府の財政状況の悪化だけでなく、国民の日常生活もかなり大変な状況になっている状況です。国民の日常生活が大変な状況というのは、戦後の日本がそうであったようにインフレ、食糧難、物資不足、失業者続出など異常事態が同時多発的に発生していることになっていると思います。私が先ほど2024年の新札発行のタイミングでは預金封鎖は起きないと言っていたのは、すぐには預金封鎖が起きる必須条件になることは起きないという意味であって、逆に条件が整えば預金封鎖は起きるということです。その視点からすると、今の政府が行っていること、直近の世界情勢は世界大戦勃発の危険性もあり、エネルギー高騰から物価高というインフレが起き、同様の理由から食糧難の可能性、物資不足が起きることは間違いありませんし、働き方改革、
非正規雇用を推し進める政策などによって失業者は溢れてくると思いますので、それがいつどのくらいの速度で起きるかを注視しています。そういった意味では、財政破綻も預金封鎖も可能性はゼロではありませんから、対策は必要だと思っています。そのような有事が起きるまでは誰が言っていることが正しいのか分かりませんが、最悪のケースを考えて対策しておくことが現実的な話だと思います。戦争も終結してお互いの国が理解し合って平和が訪れてくれればそれに越したことはありません。しかし水面下で起きていることは利権争いであり覇権争いである以上、ことは複雑で難解でしょう。いつの世も私たちのような庶民がひどい目に遭うわけで、それを回避するための方法も古今東西変わりません。ちなみに日本の戦後に預金封鎖が起きたことはすでにご存知の方が多いかと思いますが、よくわからない方のためにざっくりと説明しておきます。これらを知ることで時代によって手法は違いますが、国は存続の危機に直面した時にはどのようなことをするのかということが理解できると思います。昭和21年2月17日に突如発表され行われた預金封鎖の目的は、戦後のインフレがひどく 50% を超えるハイパーインフレが起きていましたので、預金封鎖を行いお金の供給を抑えるために行われ、同時に新札発行を行い預金封鎖の発令後、一定の期間を経て旧円を使えなくして新円のみが使用可能という政策を行いました。同時に1日に銀行から引き出すことができる金額の上限も設定されました。今の貨幣価値で12万円から20万円くらいの間だと言われています。旧紙幣が使えなくなるというわけですから、当時はタンス預金がかなりの額であったようで、それらが銀行に流れ込むことになりましたし、政府からすると個人の財産を把握することが可能となりました。そしてその後3月に実施されたのが財産税で、25% から 90% の税率で課税され、資産を持っていた人ほど税率が高く実質的に財産が没収されたということになりました。これによって多くの資産家が没落し、自らの命を絶つ行為も頻発したとされています。今回の新札発行についてはいろいろな疑惑がありますが、偽造防止のための印刷技術がアップデートされるためであり、これは約20年周期で実施されてきたことではあります。そして旧札が使えなくなるということはなく、今現在も旧札は使うことができます。ただし過去に旧札が使えなくなったという事実もありますので、これらから学ぶべきは絶対というものはなく、日本の政府の思惑次第であり得ると判断しておくことが重要だと思います。ではその政府が今私たち国民の幸せと平和を願って政治を行ってくれているかどうかを考えてみると、たとえ理論上預金封鎖は起きないとは言っても決して安心はできないと思います。預金封鎖をしなければならない状況とは何かを再度確認しておくと、1、インフレ、2、食糧難、3、物資不足、4、失業者続出ということになりますが、今現在全てにおいて最悪のシナリオ通りに進んでいると思ってしまうのは私だけでしょうか。これらについてはこのチャンネルで多く取り上げているテーマであり、すでに動画を配信させていただいておりますのでご視聴いただければと思います。今世界情勢はウトロの紛争から世界大戦へと戦火が広がる様相を呈してきました。その背景にはアメリカ、EU などのいわゆる西側諸国とブリックスと言われるブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの争いも深く関与しています。これらは西側諸国、特にアメリカが行ってきたことに対する反発だと思います。歴史の闇に放り込まれていたことが現在ではどんどん明るみに出ていますが、アメリカが覇権国家として君臨するために行ってきたこと、行っていることはひどいことだと思いますが、ブリックス側もろくでもないことをしてきていますので、どっちが正しいというものではないと感じています。しかし日本に住む私たちにとってこれらの問題は対岸の火事ではなく、今の日本は西側防衛チーム軍に加盟しようとしています。そうなると事態は長期化するし、ブリックスの特徴は資源豊富な国であるということですので、日本経済に対する影響は計り知れなく、分かりやすく言えば私たちの日用品、食料すべてにおいて値上がりするし、値上がりの後に襲ってくることは物資不足になります。つまり食料危機が起きます。もしブリックス側から西側についた日本に対して経済制裁してきたとなると、日本存続の危機になるのではないでしょうか。そうなると預金封鎖どころの騒ぎではなく食料危機に陥り、世の中はかなり乱れると思います。さらに国内の政策についても異次元のバカみたいな政策が取られており、自国内の食料自給率を上げる政策ではなく、逆に下げる方向に舵を切っていますからなおさらです。
では失業問題はどうでしょうか。グローバリストたちと手を組んだ売国奴たちによって日本では西洋式の経営が尊重され、非正規雇用者の採用が推し進められ、その効果は労働者の半分が非正規雇用者となり、年収の下落を引き起こしています。と同時に今のこの状況では水道光熱費の高騰に悲鳴を上げている生活困窮者が続出している事態を招いています。さらに正規雇用者に対しては働き方改革と称して労働時間を法的に制限することも行っています。そのことによって懸命に働いて稼ぎたいと思う人たちはその会社では稼ぐことができないようになり、退職者が増えることになるでしょうし、そうなりつつあります。2024年問題とされている物流業界が猶予期間を経ていよいよ法規制の対象となりますが、稼ぐことができなくなるため退職するドライバーの数が増えていき、約 30% の荷物が届かなくなるとも言われています。そうなると物流業界は自分とは関係ないとは言えない状況であることに気がつくと思います。物流業は日本経済を支える要です。体に例えるなら血管です。物流業界によって商品が届けられていますから、販売業においても物がないことで生じる販売機会の喪失という問題が起きます。本当に経済はつながっていますから、政府が行っている政策というのは日本を弱体化する方向に向かうように仕向けているとしか思えません。さらに人材不足という問題の解決方法を外国人労働者で補おうとしておりますので、ますます日本人の労働賃金は上がらない方向に向かうことにもなります。世界大戦勃発ともなれば失業者は間違いなく増えます。西側についた日本にはあらゆる原材料が手に入らない状態になることは容易に予測できますので、必然的に食糧危機も起きてくるでしょう。以上のように懸念材料がてんこ盛りなので、預金封鎖については起きないと言いたいところですが、政府はまるで日本経済を破綻させたいかのような政策を取っているため、起きる可能性は出てくると思います。為替の問題もありますし、もうどうしようもないという感じでしょうか。対策としては日本人がもっと現状を理解する必要があるということですが、そこはなかなか難しいことでしょう。しかし一定数の人たちが気がつけば事足りるので、まともなことを言うだけではなくちゃんと行動している政治家、政党を応援すること、選挙に行くことを社会人としての責務として若者に啓蒙するしかないでしょう。それでも選挙が公正に行われているのかという疑惑は残りますが、それでもできることをしていくしかないと思っています。ことが起きる前にあれこれ言っても仕方のないことだとは思いますが、状況を把握して最悪の事態に備えておくことは重要だと思い動画を作成してみました。いかがだったでしょうか。預金封鎖が起きないのテーマを取り上げてみましたが、世界の情勢はよからぬ方向に動いているように感じませんでしょうか。どの切り口からことが起こったとしても私たちには大変なことになりそうです。そして最悪なのは日本国民の平和と安全を守るために機能していなくてならない日本政府が他国の利益、グローバリストたちの利益に忖度している利益共同体を作っているのではないかと思われる政策のオンパレードにため息しか出ませんが、それでも私たちは生き延びないといけません。昨日今月分の備蓄のために買い出しに行きましたが、缶詰コーナーの異変に気がつきました。どんどん品薄が始まっていると思います。価格も先月よりも 1.4 倍になっているものもあります。1万円で買える量がどんどん減ってきていることを実感しました。ぜひ食料備蓄を急いでください。そろそろ日本全国から光熱費の請求額の多さに悲鳴が聞こえてきそうですが、大変な世の中になってきました。ろくでもないことを計画している輩たちにとって不測の事態が起きて思惑が外れることを祈ってやみません。お互い柔軟に物事を考え生き延びていきましょう。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。